相田翔子。1970年2月23日東京都東村山生まれ。日本の女優、歌手、タレント。文化女子高等学校卒業。身長は160センチメートル。家族は父、母、1歳以上の姉で、相田自身はユーモアがあって冗談をよく言う父、いつも明るく太陽のように笑っている母、親友のような姉と紹介している。子供の頃は吉田照美のてるてるワイドのリスナーだったこともあり、番組のイベントルミちゃん田んぼの参加者に当選して参加したことがある。おっとりとした外見とは裏腹に、表現者として歌を歌うことやお芝居を演じることは多くの人に夢を与えるものでないといけないと思う。そのためには大げさかもしれないけど命がけなんですと仕事に対してひたむきな姿勢を示している。音楽に対するこだわりも強く、女優、司会業など幅広く手掛けるようになっても、自分のベースにあるのは音楽であり、不器用な性格だからこそ音楽という表現方法は欠かせないものなんですと語っている。ウインク時代末期には疲労とストレスの連続から突発性難聴になり、自信を失って引退を考えたことや、ソロ活動を始めてからも周囲に迷惑をかけているのではないかと心配で落ち込むことが多かったことなども告白している。女優、歌手、タレントに及ぶ自らの芸能活動について、テレビ番組への出演は元の自分を表現できる場として大切にしたいという。自分で曲を作って歌うことはうまく口に出せない感情も表現できるので、ライフワークとしてずっと続けていきたいと考えている。今は本当に恵まれた環境で仕事ができることを実感しているんです。でももっと追い込まれる場所で仕事をしてみたい。大きな壁にぶつかってそれを乗り越えることで自分自身も見えてくるし、周囲からも理解されると思うからという多趣味かつ個性的な趣味の持ち主であり、夢中になると自分の世界に入り込んでしまう。食べるのも作るのも大好きで、仕事柄外食が多い時は自宅では野菜をたっぷり煮込んで体に優しい食事を心がけているという。酒も好きで果実酒作り、ブランデーやウォッカを使って自家製の梅酒をつけている。料理好きが高じて2007年の春に友人に誘われて陶芸を始める。ずっと憧れていた世界に足を踏み入れ熱中している。和食器が好きで自作のお皿に創作料理を盛り付けることが一番の夢だという。ペットを愛する著名人としてネスレピュリナペットケアの第1回ペットケアアワードを受賞している。スキー技術検定2級の資格。1988年から1996年までアイドルデュオウィンクのメンバー。幼少期から芸能界デビュー。相田翔子さんは子供の頃はやんちゃでいたずら好きだったという。3歳の時、肥だめに落ちて偶然通りかかった姉と友達に助けられたことがある。よく話題にしている。歌が好きでよく姉とピンク・レディーなどの歌を歌っていたという。ピンク・レディーのゲイのファンであった。小学校低学年の頃、近所の友達を集めて草芝居を行うなど活発な少女だった。幼少期の頃は芸能界への憧れはまるでなかったという。中学時代、クラッシュギャルズに憧れ入団テストを受けるためトレーニングをしていた。全日本女子プロレスのオーディションに数回応募するがいつも不合格で断念する。当時14歳の時に友人の応募でオーディションを受けたことがきっかけで渋谷で芸能プロダクションのマネージャーにスカウトされた後、芸能プロダクションに所属。
歌手としてのレッスンを受け始める。母は夢を応援したが、父は芸能界への不安から反対したという。当面はモデルとして活動。歌手デビューは高校進学後に事務所と話し合っていた。高校時代は複数のアルバイトを経験。当時16歳の時にソロ歌手としてのデビューが予定されていたが、校則で禁止されていたため自体、堀越高校への転校も考えてたそうですが、多くの芸能人が並ぶ中でのプレッシャーに耐えられないと考え、断念。すでにデビュー曲はレコーディングも済んでおり、訴訟沙汰にもなりかねない事態であったが、当時の事務所の社長の配慮もあって大事には至らなかった。本人はこの選択を後悔していない。その時デビューしていたら自己主張できず、消えただけだろうと語っている。1987年9月、アップトゥボーイの第9代ミスアップグランプリを受賞。第7代グランプリが鈴木幸子。1988年4月、高校卒業後に鈴木幸子とウインクを結成。 CXK ドラマ主題歌「シュガーベイビーラブ」で歌手デビューする。デビュー当時は頼りなさげな素人っぽい雰囲気があった。ブレイク前、観客が入らず楽屋で泣くこともあったという。シングル3作目となる CXK ドラマの主題歌「愛が止まらない」「ターン・イット・イント・ラブ」でブレイク。5曲連続オリコンチャート1位を獲得した。人気は頂点に達し、トップアイドルの仲間入りを果たす。シングル5作目となる「寂しい熱帯魚」で第31回日本レコード大賞を受賞している。ウインク時代、特に全盛期には無表情でほとんど笑わないアイドルとして知られていた。当時は突然の人気に戸惑い、ずっと緊張が解けなくて笑うことができなかったと言っている。オルゴール人形のように無表情で独特な振り付けは、ウインクのキャラクターとして定着していく。気負いのない素直な振る舞いは、時にやる気がないとバッシングを受けることもあった。1996年3月をもってウインクとしての活動を停止する。長期にわたるウインク時代の約8年間は、あらゆる意味で鈴木幸子との熱い友情と周囲の熱意に支えられたものである。芸能活動の原点となったウインクについて、本人は夢のようで刺激的で濃厚で鮮烈なものだった。今でもウインクやその楽曲を大事に思うファン、当時のスタッフ、そして幸子とじゃなければ私にはできなかったことと語っている。鈴木との仲についても、ウインク時代から不仲であり、それが原因で活動を停止したという説があったが、実際には活動停止後も会ったり電話で話したりする機会も多く、自身の結婚式にも招待するなど、現在も交流は続いている。ウインク活動停止直後の2年間は、マイペースな音楽活動に没頭した時期である。解散の際に一人では何もできないと感じて引退も決意していた。事務所にそれを伝えたら、間には作詞と作曲があるではないかと言われて思いとどまった。バラエティ進出、天然ボケと言われる独特のキャラクターで注目されるようになる。数々のバラエティ番組で司会、レギュラーを務める。映画やドラマにも出演し、女優、テレビタレントとしても幅広く活躍している。それでは最後にもう一度素敵な写真の数々をご覧いただきましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと動画制作の励みになります。10万人登録目指してます。それでは次の動画でお会いしましょう。